IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。10月は新商品がたくさん出ています。こちらのワゴンですねの上に乗ってるものはほぼ新商品なんですよ。クリスマスっぽい飾り付けで可愛いですよね。このめちゃくちゃ大きな絵も新商品です。スコーディスにボックスをこんな風に引っ掛けて棚っぽくするっていうのが面白いなと思いました。こちらのチェアは前回も紹介しましたけども、復刻デザインの一つですね。可愛いです。結構深く座れるので一回試しに座ったら立ち上がれなくなりましたね。面白い商品が出てました。フロアランプと収納とサイドテーブルが一緒になったみたいなすごい画期的ですよね。で見た目も可愛いし面白いなと思いました。今回の動画では IKEA 大好きな私が IKEA でこれ良すぎてリピ買いしてるなとか IKEA 行くなら絶対買ってほしいなって思うおすすめアイテムを紹介したいと思います。実際に生活しながら使い方や収納の仕方も紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。では行ってみましょう。はい、インスタのストーリーズの方で、お店からレポートをしたりお得情報を流しています。ぜひ見に来てください。実際に月曜日の朝撮影しています。ただ寝起きのところはさすがにちょっとお見苦しいんでサメに代役してもらいました。でこの寝室でも使っていますフローディスバスケットは膝掛けですとか子供のおもちゃとか何でもポイポイ入れられるんですね。こんな風にコンセントとか隠したいものの前に置くのもとっても便利です。はい、で続きましては私がご利用ししている竹のトレイです。本当に毎日毎食大活躍してくれてます。完全に自己責任ですけど私は水でこんな風にジャーって洗っちゃってます。でももう何年も使ってます。鉢カバーも IKEA はすっごくおすすめです。 IKEA の鉢カバーはお手頃価格で質もいいのが特徴だと思います。すごくね可愛いんですよね。こちらは IKEA では珍しくロングセラー商品のフリードフルという鉢カバーなんですけども、めちゃくちゃ可愛いですよね。水草で編まれていてサスティナブルな商品でもあります。部屋にね置くとすごく雰囲気が出ておすすめです。こちらは石器なんですけども柔らかい雰囲気があって素敵なんですよね。クッションカバーとインナークッションも IKEA で何度も購入しています。インナークッションはフェザーとポリエステルの2種類売っています。匂いが気になる方はポリエステルがいいかなと思います。このバインなやつはポリエステルのを2枚入れています。こちらのもっちりした質感のものはフェザータイプのものが入っています。私はねフェザータイプの方が好きですね。でこちらはね新しくなったポリエステルの方のインナークッションを入れてるんですけど、分かりますか？なんかちょっと形がね最近いびつになってきたんですよね。こちら新商品なんですけどめっちゃ可愛いですよね。これ1500円なんですよ。こういう柄のクッションカバーで1500円って結構コスパ安いなと思います。タッセル付きのも可愛いですよね。続きましてはキッチンに置いてますこちらのバスケットです。IKEA といえばっていうぐらい有名なバスケットですよね。もうそんなん知ってるわって感じだと思うんですけども、一度ねちょっと紹介させてください。私はこんな風にキッチンに1個置いてパンを入れるのに使っています。ちょっとね一応生活しながら撮ってるんで今ねお釜を戻しましたね。いやその解説はいらなかったですね。はい。であとは子供の洗濯し終わったものを仕分けて洗濯箱から取り分けて、はいこれしまいなさいよと片付けてくださいよと渡すのに使っています。皆さんのお家ではどんな風にお使いかぜひコメント欄で教えてください。はい。でこちらは食器棚です。よく私の動画ではお見せしているんですけども、この小鉢がゴリ押しめちゃくちゃ好きです。
4つ持っています。すごいね、使いやすいです。でこちらは最近買いました新商品の小皿なんですけども、こちらもね意外と使いやすかったですね。毎日すごく大活躍してくれています。こちらのインサートのバリエラという棚を使っています。こちらはたくさん私は使っていまして、たわまないしっかりしたスチール製なのが気に入っています。ピシッとねしてくれて本当気持ちがいいんですよ。お鍋とかフライパンを置いてるって方もいらっしゃいます。でこちらの方にも奥の方にはそのバリエラの奥行きの浅いものが入っています。でこちらのガラスの保存容器も IKEA のものですごくおすすめで、私はたくさん持っています。ガラスの保存容器って匂い移りとか色移りがしづらくていいですよね。この竹の蓋も気に入って使ってます。 IKEA のは竹とかプラスチックの蓋とか別々で買うことができるんですね。好きな蓋と組み合わせて使うことができます。中身がね見やすいのがもういいですよね。シンク下の収納に入っていますのはIKEA のフリーザーバッグですね。皆さんどのように収納されていますでしょうか。私は無印のファイルボックスに立てて収納しています。こんな風に手前から L サイズ、M サイズ、S サイズっていう風にサイズごとに並べて収納しています。上をね切り取っておくと上からパッと取れて便利です。こちらは100均の多分ダイソーで買ったんですけどキューブケース3マスというものを2個くっつけて置いています。ここにもフリーザーバッグを立てて収納したりラップなども立てて収納できています。これ結構いいです。たった200円で作れる収納です。でここで紹介したかったのはこちらのタオルハンガーです。お値段もすごく安いんですけどシンプルなデザインが気に入っています。私はポリ袋を引っ掛けて使っています。またクローゼットの扉にも引っ掛けて使ってまして、これも非常に便利です。無印のフックをここにかけて使ってるんですけども、うちのクローゼットのドアは室内ドアよりも薄くてですね、いわゆるドアハンガーみたいなのが使えなかったんですね。なのでこれを使うとぴったりでした。デザインがシンプルなのでインテリアの邪魔にならなくていいと思います。最初の店舗の動画にも出てきましたけども、スコーディスの有効ボードは我が家でも大活躍しています。子供のデスクに取り付けておりまして、いろんなアタッチメントを有効に使うことで机の上をすっきりと保つことができます。保ってるかどうかはちょっと分かんないですけどね。でもすっきり使うことができて便利だと思います。特にこのバスケットがおすすめです。でこちら本棚にたくさん使っていますのがティエナというファイルボックスです。2個で500円というとても安い値段で紙製なんですけども全然子供が扱ってもしっかりしています。こちらの棚は IKEA のビリーという本棚なんですけども奥行きが浅いのが特徴になっています。ティエナのファイルボックスは奥行きがぴったり合うのでビリーの本棚買われる方は必須アイテムだと思います。こちらは洗面所でございます。これ几帳面の方が見たら発狂する映像かもしれません。すいません、もうコードがぐちゃぐちゃっていうの紹介したいのはですね、こちらのボックスバリエラでございます。こちらも超ロングセラー商品なのでもう知ってるわって方も多いと思うんですけども紹介させてください。めちゃくちゃしっかりしてるんですよ。なので結構重たいものを入れても大丈夫です。形状も特徴があって片方は壁が短くなってるんですね。で片方は長くなっています。なのでこっち向きに使うと中身がちょっと見えやすい収納になって逆向きにしたら中身をしっかり隠せますよっていう風によくできた箱になってるんですね。ほんとしっかりしてるんです。でカラーバリエーションも結構ありまして可愛いんですよね。で我が家の洗面台はパナソニックの C ラインっていうシリーズのなんですけどもぴったりだったんですよ。もし同じ洗面台使われている方いらっしゃいましたらお試しください。次に紹介したいのがチェアパッドなんですけども意外と知られてないと思うんですけども IKEA のチェアパッドは洗濯機で洗えます。結構子供が食べこぼしたりするのでガンガン洗濯機で洗ってますけどもまだまだ使えそうです。カラーバリエーションも結構あります。筒
ツール用のチアパッドもいろんな種類があるんですけども、私のおすすめはこちらの商品で、滑り止めが非常に強力です。かなりねこう滑らないようにできてます。こちらの新商品のチアパッドもすごく可愛いなと思ったんですけど、裏のね滑り止めがちょっと心配な感じがしました。こちらもね買って今度比べてみたいなと思います。こちらのスツールはニトリの商品です。はい、ではまた次の動画では新商品の紹介をしたいと思います。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。行ってきます。I used to think I'm the problem, that I was